今回は、銀河、と題して、球体を作る動画やで。そして、おしゃれな回転台を仕入れたので、使ってみました。画像で見るより、作品の雰囲気が伝わりやすいかもしれない。では作業開始。まずは人魚の涙、クレアを使う。ちなみに、モールドに注いだレジン液の量は、まだ少しだけ4。次に、モールドを傾けて、内部にレジン液を行き渡らせる。ここで、5倍速再生、こんな感じで回転させながら、行き渡らせる。そしてここで一旦硬化する。次は、着色のための色作り。着色剤は今回も、宝石の雫シリーズを使う。宇宙色を作る。ブルーと、ブラックを混ぜてから。さらに、ラメを振りかけて、キラキラ感をプラス。ラメは、多めに振りかけるのがコツやで。エンボスヒーターで炙ったら、モールドに流し込む。ここで一旦硬化。この宇宙色の周りに、色を配置していくで。色は、4つ作成。便宜上、A、B、C、D 液とする。A 液は、シアンと、フェアリーダストパウダー、オーロラアクアを混ぜる。フェアリーダストパウダー、オーロラアクアは、たっぷり入れよう。今回は、色に、粉を、配合するのが、ミソ。B 液は、ピンクに、フェアリーダストパウダー、オーロラピンクを混ぜる。ちなみに、パウダー系は100均で、販売されてるよん。とても便利なキラキラ要素なので、超おすすめ。さて C 液は、ピンク色を基調に。さらに、イエローと、ホワイトも混ぜる。いわゆる、オレンジ色になった感じかな。ここに、フェアリーダストパウダーオーロラピンクを、混ぜる。最後に、D 液の準備。さっきと同じように、クレアに。パーブルを入れた後に、ラメを振りかける。もちろんたっぷりね。4つ色を作ったけど、結構シンプルな色ばかり。エンボスヒーターで炙りまくったら、準備完了。では着色タイム。今回採用した着色法は、一色塗っては硬化、一色塗っては硬化を繰り返す。モールドを画面外に出してるときは硬化タイムと思ってほしい。本当は UV ペンライトを使いたかったらしいんやけど、周りにある着色液まで硬化しちゃいそうで諦めたらしい。机にこれだけ着色液を置いて作業しているので仕方ない。とりあえず完成形を拡大表示しておこう。それにしても、亀の甲羅のような感じの着色スタイル。このようにたくさん下地の色を塗っておけば、見る角度によっては色々な表情を楽しめるはず。おや？これって過去に作ったマジックアワーに似ているのでは？いやまあ、別物だな。興味があれば、過去作品も見てね。さて、これで下地の色塗りは完了。次の工程は、みんな大好き。かどうかわからんけど、渦を描く。
シルバーのミラーパウダーと、レジン液を混ぜて、渦になる種をまく。3つ、点を置く感じ。見づらいので、拡大表示しておくね。電動ルーターに、爪楊枝を刺して、回転させるだけ。簡単やで。多分、2、3回、練習すればできるようになるはず。ちなみに今回は、あと2回、渦を描くで。さっきは点を、3つ置いたけど、次は5つ置く。点を置く個数が、変わってもやることは同じ。注意点は、回しすぎないことかな。まさに、過ぎた回転は、作品を滅ぼす、かもしれない。何事もほどほどに、という言葉を参考にしましょう。そしてあと1回、渦を描く前に、少し装飾を行う。宇宙のきらめきを、加えるような装飾となるで。ランダムに置かれた、無数の星たち。そんな感じ。ちなみに、このキラキラ素材は、グリッター。100均の、多分、ダイソーで、購入したものとのこと。これだけ素材を所持していると、どこで買ったのか忘れちゃう。まあ100均か、Amazon が、仕入れ先なのは間違いない。さてそれでは、渦を描こう。点は、6つ。つまり、点を3つ、5つ、6つで、渦を描いたわけだ。どうせなら、3つ、4つ、5つの方が、わかりやすかったな。でも、奥さんが決めた個数なので、きっとこれでいいのだ。さて、次は、装飾品を配置する。なんかイチゴっぽいものがある。イチゴはまた、機会があれば使いましょう。とりあえず今回は、この3つの装飾品を、使いました。と言っても、まず配置するのは、2つだけ。大きいパールは、後で、配置するよ。しばらく、レジン液を盛り続けるので、この間に。ここで、次回作品の、予告をしておこう。次回の作品名は、ハクチューム。画像を2枚公開しておくね。素敵な球体です。ちなみにレジン液は、パジコさんの、星の雫を使ったとのこと。チャンネル登録して、動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。それとこの機会に、お伝えしておきたいのですが、たとえ過去の動画でも、コメントを書いていただければ、通知を受け取る設定にしていますので、遅くとも、24時間以内には、真心を込めて、返信します。もちろん、YouTube コミュニティの投稿へのコメントも、大歓迎。質問や、要望等あれば、ぜひ書き込んでおいてね。すべての期待に応えるというのは、難しいかもだけど、動画作りの、参考にさせていただきます。さて、喋っている間に、作業工程がめっちゃ進んでる。
すでに大きいパールも配置され、装飾はすでに完了しているので、あとはレジン液を盛りまくって球体にする準備だね。今回は完全な半球を2つ重ねるのではなく、装飾半球はこの通りかなり歪な状態。そしてもう一方の半球は装飾なしの透明半球なので、作業工程を割愛してもいいんだけど、うちのスタイルに合わない。なので、透明半球の製作を見ていきつつ、今回のレジン液の使い分けについて話そう。レジン液、人魚の涙は3種類あって、低粘度のアクア、中粘度のクレア、そして高粘度のマリーン、これらを使い分ける。中粘度のクレアで作品の大部分を作って、レジン液を盛る場面では高粘度のマリーンを使う。そして最後のコーティング作業をするときは低粘度のアクア。おっと、喋っている間に大事な場面、画面に注目しよう。まずは UV ハンディライトで短時間硬化してから、UV ボックスでしっかり時間をかけて硬化する。モールドから取り出した時はバリが目立つので、カットして形を整えたら、こんな感じになった。そして、ドレメル社の高性能ルーターを使って削る。ご主人の好きなブラシでのパタパタタイム。球体なので、いつもの帽子を接着。いつも話してるけど、この帽子はコーティングをするために必要。帽子を掴んで、球体全体をコーティングするからね。球体を球体のままコーティングする方法があるのだろうか。どう頑張ってもこうやって掴むしか方法がない気がする。まあいつか画期的な方法を編み出すかもしれないね。さて、完成画像と僕の可愛いエンディングまで、最後の最後まで見ていってね。それではまた次の作品で会いましょう。